問題 A。正の整数 n と l と r が入力される。1から n までの整数を小さい順に、ただし l から r までは大きい順に出力しろ。1から n までのリストを実際に作って、言われたとこを逆にしてから出すよ。このコードは Python 特有の要素が多いから、何の変哲もない C++ のコードも置いておく。これは最後の改良をサボってるね。コピペしたければ説明欄からどうぞ。問題 B。太郎くんが今日食べた N 品の食品について、M 種類の栄養素の含有量が与えられる。太郎くんの目標摂取量も与えられる。合計摂取量が目標を全て上回るか判定しろ。さすがに、言われた通り合計を計算するしかなさそう。多分栄養素のループを外側にした方が楽だろう。問題 C。本物か偽物かわからない鍵が N 本ある。本物の鍵をK本以上ドアに刺すと開き、それ以外ではドアは開かない。そんなドアある？ M 回の実験結果が与えられる。鍵1と2と3を刺したら開いたが、1と2だけでは開かなかった、とかな。それぞれの鍵が本物か偽物かの組み合わせは何通り考えられるか？この時は3は本物で、1か2のどっちか片方も本物だね。鍵は15本まで、テストは100回までだぜ。複雑な問題だけど、鍵が15本しかないのは致命的な弱点だね。2の15乗通り全探索して終わり。このコードが何をしているか軽く述べると、0から2の n 乗引く1までの整数を二進法で表記して、0の桁を偽物、1の桁を本物に対応させている。もちろん深さ優先探索で全パターン生成してもいいぜ。問題 D。非不整数 n と m が与えられる。ビットワイズ&という演算を考える。整数を二進法で書いて、両方1の位は1、他は0になる。さて、0から n までのそれぞれの整数に m をANDしてみる。この結果に1は合計で何個立っているか？ n も m も二進法で最大60桁で、そのままやると間に合わないぜ。m をANDすると m で0のとこが0になるだけだから、m で1のとこだけ数えろってことだね。それで、桁ごとに見ると、00001110000011111ってやつの繰り返しだから、これが何周して最後に何個余るか計算すれば OK。問題 E。長さ n の正の整数の列がある。ここから要素を2つ選ぶ方法は2分の n×n-1 通りあるが、その全てについて、大きい方を小さい方で割って小数点以下を切り捨てる。この計算結果を全て合計しろ。n は最大20万、各要素は最大100万。数の順番は意味ないからそうとして、素直に1行ずつ合計を計算していくよ。で、それは、1は何個 ?2 は何個って数えればよくて、それは出現回数の累積和を作っておけば割と早くできるね。で、これで終わりかな？同じ値の行をまとめて処理すればな。直感的には、下に行くほどバリエーションが減ってすぐ終わる。厳密には、乗和級数の性質から n ログ n パターン程度になる。重複の処理が厄介だが、その辺は説明欄のコードを見てほしい。問題 F。一次元の点集合に関するクエリを処理しろ。はじめ、集合はから、1x っていうクエリでは、x が集合になければ追加、あれば削除。2x では、集合に入っている点 x が与えられるから、距離経過のジャンプの連続で x から行ける点の数を答えろ。クエリは最大20万個、他の値は巨大。最初からクエリの内容が全部オープンだから、座標を圧縮すれば、範囲内の点を数えるだけならセグメントツリーとかでいいね。あとは、右隣の点にジャンプできる点の一覧。手の STD セットとかで持っておけば良さそう。正直 C++ とかが無難だが、Python でもソーケットリストが使えるぜ。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。